PTA 鳥チャンネル、今日はですね、ニューヨークの、JFK 空港に行く、交通アクセスについてお話をしていきたいと思います。今回私はWBC のマイアミで準決勝と決勝を観戦して、その後ニューヨークに2泊してから、東京に戻ってきたんですが、マイアミからはニューヨークのラガーディア空港というもう一つの3つ空港がある、ラガーディア、JFK、あとニューアーク、3つある空港のうちの、一番マンハッタンに近い、空港の方に到着して、ラガーディアに到着したんですけど、そこからは配車アプリのリフトを使ってマンハッタンまで50ドルぐらいでタクシー行きましたけど、チップ入れると60ドルぐらいになっちゃいましたけど、最近マンハッタンの渋滞がやはり結構激しくてですね、マンハッタンに入るまではそこまで混んでなくても入ってからが結構渋滞で、普通ラガディア空港だと 3,40 分で行くんですけど、先日の夕方で、夕方というか午後2時3時ぐらいで、1時間かかりましたけど、で、ニューヨーク滞在して帰りは ANA で JFK 空港から帰るということで、当初配車アプリかタクシーで行こうかなというふうに荷物もあったのでと思ってたんですが、配車アプリ見たらだいたい80ドルぐらいの数字になってて、チップをだいたいその後2割足さなきゃいけないので、だいたい100ドルと、1万3000円ぐらいかかってしまうというのでちょっと高いなと。でちなみにJFK 空港からマンハッタンに行く場合っていうのはタクシー、黄色いイエローキャブですね、あれに関しては固定レートで、フラットレートって言い方なんですが、昔50ドルぐらいだったんですけど、50ドルか55ドルだったと記憶してますけど、今見てるとフラットレートで70ドルと、それとあと夕方の平日のラッシュ時16時から20時までの場合はさらに5ドル足して75ドルになると、やっぱりチップを考えるとやっぱり90ドル前後ぐらいになっちゃうかなっていうところで、やっぱり電車がいいかなということで、今回、帰りだけですけど、マンハッタンから JFK 空港まで、メトロとそれからあとエアトレインを乗り継いで行ってみましたので、その様子ちょっと動画でまとめておりますので、ちょっとそれを見ながらお話をしていきたいと思いますが、今回私はホテルインターコンチネンタルのタイムズスクエアというところに宿泊しました。場所でいうとタイムズスクエアと、ポートオーソリティの間ぐらいなんですが、ホテルのすぐ横にですね、地下鉄の、メトロの入り口があって、でアルファベットで、数字とアルファベット、それぞれニューヨークのメトロ、路線がありますけど E という、路線が、この JFK 空港に向かうジャマイカの、ところに向かう、ジャマイカ駅っていうのがあって、そこに向かう、メトロが発着するということで、東京と違うのは階段が中心で、そのスーツケースを自分で下ろさなきゃいけないっていう、一部ねエレベーターとかエスカレーターある空港ありますけど、でも多くのところは基本的に階段っていうことになるので、それでスーツケース持ちながら、今引っ張りながら階段を降りてるところも映像なんかも流しながら見ていただいていると思いますけど、ただニューヨークの地下鉄は2.75 ドルで全て均一で乗れますので、このジャマイカの駅のところに行くまでも、それで行くことが可能です。で本数的にも10分ぐらいに1本ぐらいの間隔で、実際に出ていたので、それに乗って、行くことができます。で、この E という路線で僕はポートオーソリティから、メトロの方乗りましたけど、ジャマイカ行きっていう電車に乗って、サットフィンブルーバードという、駅で降りるとこの JFK 空港の各ターミナルに行くエアトレインというものに乗り換えすることができます。でこちらの鳥チャンネルの方ですでにニューヨークのメトロに関しては、オムニーというシステムでいわゆる Apple Pay とかあとクレジットカードのタッチ決済でそのまま乗れるというのがあって、2.75 ドルで、どこまで乗っても行くことができるというのがあって、じゃあこれに乗って最後空港のエアトレインに乗り換える時もそれで行けるかなというふうに思って、地下鉄の、駅を降りたところ、動画にもありますが、まさかのタッチではオムニーでは乗れないという現状、そういうことが分かりまして、結局ですねメトロカードを買ってくださいという、そういったような感じになってしまいました。
でもうジャマイカからあと空港までっていうのはもう本当にエアトレインで5分から10分ぐらいなんですけど、ここがですね、値段が 8.25 ドルすると。地下鉄 2.75 で来たんですけど、最後の短い区間でこの空港に行くので 8.25 ドル、約1000円を超えるぐらいの金額になりますが、これがですね、メトロカードで乗ってくださいと、持ってない人は1ドルのデポジットでその場で買ってくださいっていうので、券売機で一緒にこのエアトレインの部分と一緒に買えるようにはなってるんですけど、ちょっとまさかの、一番ニューヨークに3日滞在してて、最後の最後でこれを買うという、感じになってましたけど、ただそこだけクリアすればいいので、今地下鉄メッカの乗り換えのところでね、表示の映像にもありますけど、日本語での対応も可能ですので、結局だから 8.25 だけど 9.25 払って、これ残ってるということで、将来的にこれメトロカードなくなるという方向みたいなんですけど、ちょっとまさかのところがあったので、メトロカードはあってもいいのかなっていう、ないと電車に乗れないかなっていうのがあります。でエアトレインに乗って、あとはそのニューヨーク、ターミナルが8つですかね、JFK 空港ありますので、私が乗った、ANA に関してはターミナル7ということで、昔はブリティッシュエアーズがメインでしたけど、今ブリティッシュエアーズじゃなくてアラスカ航空とか、あと ANA も含めて何社かが使っているターミナルを今回利用しましたけど、各ターミナルに駅があるので、そこからそのまま、歩いてターミナルに行くっていうことが、できますので、ちょっと動画も、空港に入るところの動画もちょっと見ていただきながらになりますけど、そういった意味で、移動できると。だから結果的に言うと、地下鉄がメトロが 2.75、 それから、このエアトレインが 8.25 ということで、全部で11ドル、あとメトロカードでちょっと1ドル取られちゃったので12ドルになりましたけど、そうするとこのタクシーで行くと100ドルぐらいかかるとか12ドルでは行けてしまう、というふうになります。それでもしグランドセントラルとか、そういったところであれば、ロングアイランドレール、このジャマイカのこのエアトレインの駅からも行くことできますので、ちょっと料金上がりますけど、そういった行き方もできますので、荷物が自分でなんとかスーツケースの階段の上り下りができれば、乗り換え駅はちゃんとエスカレーターありますけど、そこの自分のとこの最寄りのとこがあるんだったら、地下鉄行った方が渋滞もないですし、で僕が乗ったポートオーソリティからこのジャマイカまでがだいたい40分ちょっと、それからあとエアトレインで10分ぐらいで、乗り換えも含めても1時間あれば十分に行くことできますので、ある程度時間が読めるというところも含めて、こういった活用するっていう、鉄道で行くっていうのもありなのかなと思います。あと思ったのは、僕はタイムズスクエア周辺に泊まるのが好きで、大体その辺り泊まるんですけど、ポートオーソリティとか周辺含めて、この JFK からのこのジャマイカからの地下鉄で、駅の近くにホテルを取れば結構そこだけでも、場合によっては50ドル以上、節約になると思うので、その分ホテルで活用するってこともできると思うので、ちょっとそういったような使い方も含めて、ぜひ活用していただければなというふうに思います。ということで、今回現地レポートということで、JFK 空港とマンハッタンのアクセスについてご紹介させていただきました。ご視聴いただきましてどうもありがとうございます。ジャマイカセンター行きに乗ると、JFK のエアトレインに乗り換えられる駅まで途中行くことができます。このように私も荷物ありますが、スーツケースがあっても、地下鉄に乗ることができます。非常に便利です。42ストリート駅です。まもなくジャマイカセンター駅の列車が到着します。これに乗るとほぼ1回乗り換えがありますが、ほぼ近くまで行けるという非常に便利です。マンハッタンから乗るところジャマイカセンターというところに向かって乗ってください。
This is a Jamaica Center Bound East Express train. The next and last stop is Jamaica Center. Oye, oye lo que piensa. Él lo piensa también. El retorno de inversiones salió negativo. Ahí, negativo.さてこれから JFK エアポートのエアトレインの方で、移動したいと思います。私が乗る ANA に関してはターミナル7からの出発になりますので、それに向けていきたいと思います。このエアトレインですが、8.25 ドルがかかります。あとメトロカードは確か買いプラス1ドルです。このエアトレインは残念ながらタッチでは乗れないので、券売機で買いたいと思います。
no, no. Hello. Yes. What's that? I'm gonna use my card.8.25 ドルにメトロカードの1ドルで、9ドル25取られました。ここに出発の案内板もあります。で失礼します。はい、これからじゃあ向かいたいと思います。今日は右側のホームにもうすぐ、やってくる感じになります。空港までは 2.75 でドルで来ましたけど、ここで約9ドルぐらいかかるという、ところです。あと3分後に来ます。今午前11時44分ですが、次の列車は3分後になります。これを見ると11分から12分に1本という状況になっています。私はターミナル7になりますので、このまま奈良の駅まで行きます。
特に改札はなくてそのままターミナルに行くことができます。ANA が出発するのはターミナル7ということで、今これ、ターミナル7になりますが、アラスカ航空とかがここでターミナルを使っています。